よし、やっていきますか。やっていきましょう。はい、じゃあリアルな日本語ポッドキャストの時間です。第2弾もすみかちゃんがゲストで来てくれています。お願いします。お願いします。みんな前回のすみかちゃんのインタビュー聞いてくれましたかね。じゃあ今回はちょっとまたテーマを変えてカジュアルにまたお話ししていきたいんですけど、はい、すみかちゃんってさ、アニメ見る？見ます。お、どんなの見るの？話題のやつ。あ、今流行ってるやつとかね。流行ってるやつとか見ます。最近何見た？最近は地見ました。いいね。はい、どんな話だっけ？なんか地は天動説っていうのと地動説、こう地球が真ん中にあってその周りを、惑星とかが回ってるのかっていう天動説か、と地球が動いているのか、で地動説でもともとは地動説っていうのは信じられてなかったけど、そんなことありえないって言われてたんだけど、地動説を信じている人たちのお話、で結構こう迫害というか、その地動説を信じている人はイカれてるみたいなことを言われながらも、こうそれを信仰していたっていうお話。でもやばいよね。なんかさ、普通にさ、地面が動いてるって言っただけでさ、迫害されるのやばくない？え？みたいな。今からしたらね、びっくりだよね。びっくり。その地っていうのは、一見すると宇宙的な話とか、なんていうんですかね、あれスピリチュアルじゃなくて、なんか、天文学か。天文学。そう、天文系のお話だと思われがちなんですけど、あれは本当に哲学のお話だと思ってて、何かを信じるってどういうことか、とか、地動説とか天動説とかどっちだみたいな話に見えるんですけど、まあそれは何を信じるか何でもよくて、世の中で信じられているものじゃないものとか、何か自分が信じているものっていうのをどう信じるかとか、どんな生き方を見せるかっていう話。確かに哲学だね。哲学の話になってて、だってみんなはさ、地面が動いてるわけがないって思ってて、でもそれは違うだろうって言うのも怖いじゃん、普通にその時代に。でそれを信じ続けるのもさ、あれ本当にいいのかなって思っちゃうよね。周りがさ全員そうだったら。確かにそれでもあえて主張するってすごいよね。すごいし、それって何にでも言えるなと思ってて、それは天文学的な話だったけど、例えば今で言ったら、なんとなく日本ってお金を稼ぐことが悪いことっていうか、ちょっとお金が汚いものみたいなに空気があったりとかするけど、なんかそれを誰かがいやそれは悪いことじゃないとか、いいことだって言ったりとかっていうのっていろいろあるじゃないですか。あるある。世の中そういうのがいろいろあると思ってて、それにこう異を唱えるというか、何かそうじゃないっていう発言するっていうのも生き方だと思うし、確かになんかそれを信じ続けるっていうのも生き方だなと思って。だってあえて言わなくてもいいもんね、別に。っていうのがすごく面白いなと思って、こう考えさせられる物語。ちょっと見てみたい。ちょっと私途中までしか見てないから、最後まで見てみたい。けど結構怖いシーンあるから。そうなの？なんかなんだっけ、拷問？拷問されちゃうんですけど、拷問のシーンとかは結構結構あれなので、痛そうって感じになるので、そこは飛ばしてました。拷問シーンだけ飛ばしてました。あんまりグロいのは苦手？苦手。そうだよね。考えちゃう。自分が今それをされてるって思っちゃう。あ、もうそうなんだ。思っちゃう。憑依しちゃうの？その爪剥がすシーンとかあるんですよ。痛い。考えちゃう。あ、もう痛いってなっちゃう。それはなるわ。痛いってなるね。なっちゃう。私も結構直視できないタイプかも。あーってなる。ちょっとそういうところは見ないで。でも面白かったです。へえ、そうなんだ。あれは見た？鬼滅の刃。見ました。映画見た？映画まだ見てないの。あ、本当？
映画まだ見てなくて早く見なきゃなと思って。そうみんなに言われる、なんかマジで見てほしい。マジですごいあれマジですごい。見てみてほしい。ちょっと見たいですね。多分「鬼滅の刃」好きな人めっちゃいると思う。まだあれって日本だけ上映？いやあれもうすぐかな。9月からは海外でも映画館でやる。9月からか。じゃあまだかな。もう始まってるとこもあるかもしれないけど、みたいなね。そっか、いいね。ちょっとちゃんと見よう。ぜひぜひ。そうね。面白かったですね。あとは最近見てるのある？タコピー？あ、タコピーの現在だっけ？あれはさ、ちょっと見ましたかね。ね、みんな知ってるから、タコピーの現在ってすっごいさ可愛いキャラクターが出てくるんだけど、なんかタコみたいな宇宙人、すんごい見た目可愛いんだけどさ、お話がめっちゃさ、いやそう重いんですよ。シリアスだよね。そうでもあれ6話ぐらいですよね。あ、すごい短かった。めっちゃ短いんですよ。なんか続きがあるのかと、第2シーズンがあるのかと思ってたら終わった。そうなんですよね。あれもすごく面白いというか、まあ面白いですね。なんか私はあれは結構物事って多面的だよねっていう話だと思ってるんですけど、まあそれはそうだね。両方から見て、本当に片方から見たら女の子名前なんだっけ、主人公。静香ちゃん？あ、静香ちゃんはすごくかわいそうな女の子だけど、それをねこういじめてたマリアちゃんだっけ、もうすごい悲しい過去を持ってて、傷ついててみたいな、でその周りにいる男の子もさ、風間くんだっけ、風間くんとかもすごいなんかお兄ちゃんと比べられちゃってさ、なんかすごい悲しいよね。悲しい。あれ最後見ました？見た。もちろんいじめるのは良くないけどね。良くないけどね。確かにどんな理由があったって、なんかいじめちゃいけないなって思うんですけど、最近よく何か情報を一つ見て一方的にこの人良くないとかって決めつけがちだと思うし、なんか自分もちょっとそういうバイアスかかったりとかして、わかるこの人めっちゃ良くないよねって思っちゃったりすることあるけど、どうなんだろうねっていうのを一回疑った方がいいなっていうのは。決めつけは良くないよね。そうなんだよ。っていうのを考えさせられるお話だったなって。なんかさ、日本でさ結構さそれに通ずる話でさ、なんか挑戦者をさ笑ったりとかさ、出る杭を打つみたいなさ、言葉があるけど結構あるじゃん、そういうのが、日本もね、だけどなんかさ挑戦する人って別にさ挑戦しなくていいことをあえてやってるわけじゃん、だからさそれをさなんかあえて叩くのはどうなんだろうなってちょっと思ってるの、別にいいじゃん好きにやらせたらって思うの。そうなんかそこに嫉妬心とかがあるのかなって。自分はそっちにはいけないからってことだよね、確かにね。なんかほっとけばいいのになってちょっと思う。そうまだあるよね、そういうのが日本は。ありますね。そうね。そんな感じかな、最近見たのは。そうね、そんな感じかな。何見ました？それこそタコピーの現在見たでしょ。あとはブルーロックとかも見てた。私ブルーロック見てなくて。おすすめ。めっちゃ面白いって言いますよね。めっちゃ面白いよ、ブルーロック。見たことあるかな。サッカーの高校生のサッカーのお話なんだけど、エゴイストの話ですね。エゴ、そうエゴって自分のなんて言うんだろうね、自分の考えみたいなものを主張することとかなんだけど、そう面白い、めっちゃ。何が面白いんですか？なんか指導者みたいなコーチみたいな人がいるんだけど、その人の言う言葉が一つ一つなんかすごく、リーダーの言う言葉なんだけど、なんか日本のサッカーの選手たちを、ストライカーを育成するなんて言うんだろうね、合宿みたいなのするお話なんだけど、なんかストライカーにしていくため、日本一のストライカー、世界一のストライカーにしていくための声掛けみたいなのがエゴさんっていうんだけど、その人が。あ、そうなんだ。その人がめっちゃなんか適切な言葉で声をかけていて、なんかリーダーとか目指す人とかにもちょっと響く内容だった。もちろん主人公の頑張るみたいなものに、頑張れみたいな応援する気持ちも出てくるんだけど、なんか大人になって多分見ると、あの人がすごいなって思う。エゴさんみたいな人がこうやってやる気を出させるんだとか、こうやって上司とかね、社長とかに見せてあげたいぐらい、なんか
こうやって言葉をかけてあげることで気づいたりとか、自分の足りないことに気づいたりとか、なんかやっていくタイプで、でもなんかお前ら行くぞみたいな感じじゃないのよ、エゴさんは。すごく淡々と必要なことを言ってるタイプの人で、それできる人すごいですよね。そうなんかブルーロックはそういう目線で見てた、私は。ぜひ見てほしい。いやちょっと見てみます。誰推しとかあります？私ナギっていうのが好きなんだけど、なんか結構みんなナギって言いますよね。そうアニメを見たらわかる。そうなんだ。ナギはかっこいいってなるのよ。見てほしい。それこそ日本の代表の、ユースみたいな、アンダーなんとかみたいなと戦うのが、こうなんか一番最後らへんにお話出てくるんだけど、もうめっちゃ強いわけよ、もう相手が。だってもうね、選手として選ばれて世界で活躍するような人と戦うわけだよ、高校生がね。なんだけど、そこでナギがめっちゃかっこいいのよ。そうナギは選手ってことだよね。そう、ナギはそう、ブルーロックのメンバーなんだけど、めちゃくちゃかっこいい。これはね、もうぜひ見てほしい。私そこだけ何回も巻き戻して見てるもん。そうなんだ。そうそうとかかな。あとキングダムもめっちゃいいよ。見てないんですよ、キングダム。めっちゃおすすめ、キングダム。中国のねお話なんだけど、その田舎に生まれた男の子が、大将軍になるっていうお話なんだけど、もうめっちゃめちゃ面白い。長い？結構割と長いね。割と長い。そのキングダムもさ、それこそ大将みたいな、その将軍みたいな人が、何人かいるんだけど、タイプがみんな違うのね。その頭脳で戦うタイプなのか、もうめちゃくちゃもう強いかみたいな、とか、その部下の采配の仕方とか、そうなんかね、めっちゃ面白い。そうそうそう。キングダムよくなんかキングダムで例えてくる人いますもんね。いるね。大体ワンピースかキングダムで例えてくるいるね。ちょっと見た方がいいなとは思う。ちょっとね、私ワンピースだけはまだ手を出せてないんだよね。ちっちゃい頃見てたんだけど、もう忘れてる。私は今1話をちょっと見てます。1話だけまだ何者にもなってない。そうだよね。多分これを見てるみんなの方が詳しいかもしれない。いや本当に絶対そう。海外留学した時とかもナルトとかワンピースとかは海外の人に説明されて、へーってこっちが知らないみたいなねっていうのがあったんで。いや、わかる。めっちゃ人気だよね、ナルトも。面白いんだろうなとは思っている。そうそうそうだね。最近見た。そうだね。あと薬屋の独り言、見た見た。私すっごい好きで、毎週金曜日に放送され、日本では放送されてたので、毎週見てましたね。ちゃんとリアタイしてたんだ。リアタイしました。もうすっごい楽しみで。面白いね、あれね。あれめちゃめちゃ面白いですね。なんかなかなかない主人公のタイプじゃない？いや確かに。確かにちょっとクールだし、頭がいいみたいなね。絵も可愛いよね、すごい。絵も可愛い。いやすごい面白いですね、あれは。いいね。あとなんだっけな。でもなんか人生のバイブルみたいな。なんかさ、みんなあるじゃん。いろんな人さ、自分の人生のバイブルのアニメとか漫画とかあると思うんだけど、私は宇宙兄弟めっちゃいいなって思って。私もシオンさんに宇宙兄弟おすすめされて全部見て、面白かったです。面白いよね。やっぱなんかあれも挑戦する人の話じゃん。すごいよね。宇宙だよ。いや宇宙ですよ皆さん。本当に。宇宙はもうすごいって。いや宇宙はすごい。宇宙はすごいし、なんか私宇宙兄弟で好きなのはムッタ、お兄ちゃんの人間臭い、葛藤とか嫉妬みたいな部分がすごい好きで、弟がすごくね天才というか、弟がすごくて、努力家でもあり、先に弟が宇宙に行くんですけど、兄としてはさやっぱりさこう不甲斐ないというか悔しいというかさ、悔しいよね。弟ばっかりって思うっていうのをちゃんと描写してるのがすごいこう人間らしくていいなと思って。確かに。なんかね、ただのサクセスストーリーじゃないというか、そうだね。なんかそれがすごく見てて面白いなって応援したくなるし、なんか自分も頑張ろうって思う。いやそうなの。なんかね、それこそ
ムッタの年齢が多分20後半とかでしょ、主人公が20後半でさ、あ、そっから挑戦するんだみたいな、結構勇気もらえる。しおんさんが今から宇宙飛行士になるみたいな感じですよね。それは絶対にないんだけどね体力が追いつかない体力テストで1回落ちます。またそうだからムッタもやっぱりその会社員がしてて、今からみたいな感じだったけど、そうね、トレーニングしたりとか、一回諦めちゃったんだよね、ムッタはね。一回諦めて普通に会社員として働いてたんだけど、やっぱり行きたいみたいなね。すごいよね、あれは。ぜひおすすめです。皆さんも見てみてください。そんな感じかな。あとなんか他にありますか？あと「進撃の巨人」も好きですよ。あ、進撃は面白いね。ちょっともう一回見たいもん、ちゃんと。いや、わかるね、もう一回見たい。さ、話がさ、そもそも複雑っていうのもあるし、長いしね。長いし、それこそ地みたいな感じでさ、地とかタコピーの経済みたいにさ、なんかこっちの立場からすると、あっちが敵でみたいな、こっちからするとこっちが敵でみたいなさ、なんか悲しくなるよね。ねいろんな面から物事見れるよね系のアニメ好き。私も好きかも。考えさせられるというか、よく考えて作られてるなみたいな、ちょっと複雑な話の方が、面白いなって。いや、わかる。思う。わかる。なんか見応えあるしね。見応えある。わかるわかる。そうね。あと普通にそれで言うと坂本デイズ。坂本デイズ。わかるわかる。何も考えなくても見れるって感じ。わかるわかる。そうそうそう。あれ面白いですね。あれはなんかちょっとなんか一回休憩したいなみたいな時に見る。わかるわかる。なんかインプットしようとかじゃなくて、一旦見とこうかなみたいな。結構ね、そういうシリアスなアニメとかはね、そうそう、体力使うからね。みたいな感じかな。いいですね。じゃあ皆さんもぜひお好きなアニメもコメントにぜひ書いてください。教えてください。はい、ぜひ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。すみかちゃんでした。またね。